내 차로 일본 여행 중 우연히 마주친 한 흥미로운 인물. 일본에서 한국 차를 타고 다니며 친환경 가죽 제품을 만드는 장인 치치에 료. 그의 독특한 삶의 방식과 철학에 매료된 우리는 얼마 전 그로부터 뜻밖의 초대를 받았습니다. 료의 제안에 이끌려 우리는 다시 일본으로 향했습니다. 지바현 무츠자와 마을. 그의 작업실이자 오프그리드 생활의 현장으로 전기와 물을 자급자족하며 자연과 조화를 이루는 삶. 그리고 흙으로 돌아가는 가죽 제품을 만드는 그의 장인 정신. 이 모든 것이 어우러진 특별한 캠핑은 어떤 모습일까요? 지속 가능한 미래를 꿈꾸는 한 사람의 이야기. 지금 시작합니다.日本の千葉県で、睦沢町っていうところですね。で、土に還る革製品を作ってる、川坂の辻江と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、天然素材をやろうと思ったきっかけとかもあるんじゃないですか。はい。それは何ですかね。うちのお客さんで、使ってた方が亡くなったことがあって、で日本って火葬の燃やす文化なので火葬しちゃうんですけど、その時に火葬できなかったんですよ。でなんでかっていうのをその火葬場に問い合わせして聞いたら、革製品は燃やせないんですと。燃やすとガスが有毒なガスが出たりとかっていう可能性があるんですね。なので燃やせないんですよ一緒にっていうような回答だったんですよ。で日本では革製品ってものすごく大事にされるというか、一生使えるよみたいな、一生ものだよって言うんですけど、そのまさに最後、人生の最後の一生の終わりに一緒に持っていけないって作り手としてはすごく悔しかったんですよ。そういうふうに革製品で長く使って最後まで一生使えるんだよって言ってるのに、なんで最後の最後に持っていけないんだよっていうのがあって、例えば普通にそうやって亡くなった時はそうですけど、僕好きなキャンプやってて何か動物に襲われたとかね、事情は分かんないですけど、そこで息絶えてしまったとか、あとは海で遭難したとか、どんな状況でも自分は分解されて他の例えば生き物の餌になったりだとかして分解されていくと思うんですけど、それと一緒に使ってたものもちゃんと帰って地球に戻っていけばいいなって、そういうものを作ろうって思ったのがきっかけです。僕的にはやっぱり川って言ったら牛しかないなと思ってたんですよ、正直に言うと。でもイノシシとか、鹿も今日初めて知ったんですよ。よかった。イノシシって結構珍しいんじゃないですか。東京から千葉っていうところに移住をしてきてるんですけど、移住前は全然知らなかったんです。でここに来て、千葉県のこの睦沢町っていうところに来ると、獣害って言ってその野生動物の被害が結構大きいんですね。農作物に対して、芋を掘ったりだとか、いろんな農家さんに対する被害があって、でイノシシとか鹿っていうのを駆除してるんですよ。獣害って言って日本ではその農家さんが困ってるから取ってるんですけど、それって言っても人の都合なんですね。動物からしたら一生懸命生きてるだけなんで、その人の都合で取った命を捨てるっていうのはちょっとそれは全然違うなって思ったので、なんとかそれを活かせる道がないかなっていうふうに模索をして、さっきも言った僕が革屋なので、その剥がした革を買ってきてなめして製品に使える革にしてる。うちの、さっき見てもらった革とかも全部千葉レザーって言って、この周辺で取れてる、千葉の県内で取れてる鹿とかイノシシを革にして展開をしています。その地球全体で見た時のそのエコシステムにどれだけ組み込んでいけるか、その循環して次の命につながっていくかっていうのを考えるっていうことにフォーカスをすると、この川っていうのは非常に命に近いんですね。日本語で言うと食物連鎖っていうんですけど、それの頂点に君臨しているのが人間なので、どうしても他の命を奪いながら生きていくんですよ。だからそう奪った命に対しての尊敬だとか感謝の気持ちっていうのを絶対忘れちゃいけなくて、それが感じられるのはやっぱり牛だとかっていうよりもイノシシとか鹿の方が近いんです。なんでかっていうと、牛のお肉はもうお肉になってるじゃないですか。多分韓国もそうだと思うんですけど、パックに入ってお肉の状態で売ってますよね。だから
片やイノシシとか鹿のお肉っていうのはその屠殺の現場だとかそういうのが結構フォーカスされるので、命を絶ってるっていうのがより見やすいというか見える現状なんですね。それを、僕らが川にするっていうのは、その命の大事さとか現場で何が起きてる、農家の人がどういう被害を受けてるっていうその背景まで全部伝えられるんですよ。それを取って生きるっていう意味、その命の意味、農家さんが受けてる被害だとかそういったことの意味っていうのも全て伝えられるので、ものすごくこのイノシシとか鹿とか、今千葉はキョンっていうのも獣害として流行ってるんですけど、そういう命に近い現場を伝えられるっていう意味ではすごくいいプロダクトだなと僕は思ってます。うちのは結局その使い終わった後に、例えばさっき言ったように土に返すとすると、その土に返すことによって次の命に直接つながっていくんですね。生き物の餌になるのか植物の栄養になるのか、ちょっとそれは分からないんですけど、それを戻すことによって次の命につながるっていう、ここの最後の土に返すっていうのができてる製品って、川だけじゃなくて結構少ないんですよ。そこができるっていうのはものすごく意味のあることだし、今言ったみたいに山って、ここも田舎なんで山すぐありますけど、そこに帰ってくってことはそこに生きる命にすぐ直結するんですよ。それを伝えられるっていうのがうちのそのプロダクトの一番のストロングポイントというか、他にはないし社会性があって伝えなきゃいけない強い意義を持っているっていうようなところだと僕は思ってますけど。カードで今回私たちが注文したのがイノシシのカードになってるんじゃないですか。はい。これの特徴って何ですかね。イノシシは基本的にイノシシだけじゃないんですけど、獣害で取られる川っていうのは自然界に生きている川で、氏だとかはね放牧されてるのであんまり戦いとかっていうのはないと思うんですけど、自然界の子たちって常に生存競争があって戦ってるんですね。なので特にイノシシはですけど、例えばこういう傷が入ってるものとかはこれ後からつけたわけではなくて、生前何らかの理由でついている傷なんですね。そういうのがそのまま残ってるっていうのがイノシシだとかそういう獣の皮の特徴だと思いますね。こういう傷とか、普通の牛のちゃんと管理されたものとかだったらそういう傷とかないんですけど、普通あったとしても捨てるんじゃないですかね。そうですね。なかなか製品になってくることは少ないかもしれないですね。でもここではなんでこういうなんか傷とかかさぶたみたいなものを残しているのか、もうちょっと気になるんですけど、なんか意味があるんでしょうか。いや、もうこれが動物が生きてる証なので、この動物たちが生前生きていた証、命を持っていたっていう証ですね。はい。なんかそう言われるとなんかみんな綺麗な製品よりそういうなんか証みたいなその傷があるのがもっと僕的にはかっこいいと思われます。そうですね。そう言ってくださる方がうちのお客様はやっぱり多いですね。もちろんその綺麗なものがいいっていう方がダメっていうわけではなくて、こういう方が生き物を感じやすいというか命を感じやすいのかなとは思いますね。この全部同じカードだとしても、カードケースだとしてもいろいろテキスチャが結構違うんじゃないですか。例えば、これってこういう形で、これはなんか毛穴が大きくて、ここはなんかもうちょっと暗くて、なんかこれって違う理由とかあるんですか？オスメスによっても違うし、あとは年齢によっても違うし、で同じイノシシの中でもお腹の皮と背中の皮とお尻の皮とそれでも全然違うので、さまざまな場所を使うのでこういったテクスチャーの違いが出てきますね。あとこういう金属自然に戻る感じですか？そうですね。普通のだいたいこういう工業製品になる金属の部品はメッキ処理をするので錆びないんですよ。で錆びないっていうことは酸化しないのでずっとそのまんまの形を維持するっていうのが多いです。うちの製品でいうとこれ真鍮なんですけど、メッキをしてる真鍮メッキって呼ばれるものじゃなくて生地真鍮そのものなので、例えばずっとほっとくと元あった石に変えろうとします。あれって元あった鉄鉱石に戻ろうとするんですよ。そのより安定した状態に戻ろうとしますっていうのをうちの金属はやってくれるので、もともとあったような状態に帰っていこうとする。
腐っていくっていうか、これって普通に土に置いとくとどれぐらいで、まあ砂に戻るっていうか自然に戻るんですか？まあそれってその土壌の環境にもよるんで一概にこれっていうのは言えないんですけど、うちでやった時は2年ぐらいで結構ボロボロになりますね。うん、使いながら土に帰っていくことはないので大丈夫です。そうですね。はい、わかりました。うちはその土に帰る革製品っていうものを作ってるってことを言ったんですけど、それに付随してこの敷地内で全部エネルギーだとかも自立してるんで、自給自足かなできてる施設なんですけど、太陽光を使って、電気自動車を蓄電池代わりにして、で夜だとか雨の日はその電気自動車に貯めた電気を戻して使うんですね。とやっていこうと思ったきっかけとか、なんか昔話とかあれば。最初に乗せた車だとかこれまで乗ってきた車って結構お世辞にも環境にいい車ではなかったので、その罪滅ぼしじゃないんですけど、これまでねいろいろガソリンをいっぱい燃やして二酸化炭素いっぱい出して走ってきたっていうのもあるし、今シンさんがおっしゃってくれたようにうちのその土に帰る製品、革製品を運んだりだとかする事業的な面からもやっぱりちょっとエコな方がいいなって思っていて、日本は固定資産税だとかそういういろいろ税金かかるんですけど、そういう税金も、納めなきゃいけない。そうなった時に自治体がそういうちゃんと環境意識を持ってる自治体がいいなと思って、この町を選んだんですけど、その町の中にじゃあ、電気も自給できて、水もね地下水きれいな水じゃないと飲めないので、そういった場所はないかなっていうふうに探してたら、ここに行き着いたっていう流れですね。やっぱりこういうところって韓国ではあんまりないんですよ、オフグリッド村みたいな。日本ってやっぱり災害っていうか、なんか地震とか津波とかがあるからこそ、こういうところもなんか発展していたのかなと思いますけれども、どうですかね実際は。そうですね、やっぱり今おっしゃったように災害がものすごく多い国なので、その中でどうしようっていうのは各自治体各それぞれで考えてはいるんですけど、うちはそのすごく一番小さいミニマムな形で太陽光で自給ができて、水は地下から汲み上げるのそこで自給ができて、何か有事の際にはここだけで完結するようにっていうふうに作ったので、入り口は川から始まって天然っていうのをどんどんシフトしていって、その延長線に災害だとかにももちろん強くした方がいいなっていうのでここになったっていうのはありますね。では周りの村人の方々も全部になんかこういう感じですか、オフグリッドみたいな感じですか？いや、うちだけじゃないですかね。あ、そうですか。ただ町はそういうことを考えていて、町にもそういう施設があってですね、道の駅っていうのが日本にはあるんですけど、電車の駅じゃなくて車が止まるような施設で、道の駅っていうような言い方するんですけど、そこは、太陽光発電の設備と、あとは、コジェネって言って天然ガスがこの千葉県っていうのがいっぱい出るんですけど、そのエネルギーを使って地元で地産地消のエネルギーを作っていこう、自然のエネルギー、なるべく環境に負荷の少ないエネルギーで回していこうっていうのをやっている施設があります。そこはうちと一緒で、停電もし電気が途絶えたとしても自前の発電設備、その天然ガスとあと太陽光と両方使って自給できる、自立できるっていうような設備は持ってますね。睦沢町にある集いの里睦沢っていうところですね。こういうシステムを作るためになんかいろんな問題とかあったとは思いますけれど、大変なこととかあるんですか？でも一番大変なのはやっぱお金ですよね。設備代が高いのでなかなか難しいなっていうところはありますよね。でそれを例えば今電気自動車うち3台あるじゃないですか。で太陽光パネルと V2H の機械とってなると、もうそれだけで1000万軽く超えちゃうので、それをじゃあ皆さんおすすめしますやりましょうって言えるかっていうとなかなかそうではないんですね。だこういう太陽光設備だとか電気自動車だとか、V2H の設備だとかっていうのももちろん高いんですけど、それを元を取ろうっていうよりは、さっき言った災害時に例えば電気を戻せたりだとか、何かあってもうちは電気が使えるだとか、そういう安心感とかそういったところに付加価値を感じてお金を払ってくれれば、必ずしも全部元を取る必要はないのかな。そうですね、全て金じゃないんで。
なんか経済性って言ったらなんか例えば今電気自動車の充電ってここでやってるんじゃないですか、はい、だったらもう太陽光でやってるから全て無料みたいな感じになる。そうですそうです。うちはだから電気代もタダですし、燃料代って言わないですけどね、はい、走行にかかるそのエネルギー代っていうのはエネルギーコストはゼロです。だからたまにこう出先で急速充電するときは電気もちろん買いますし、あとは、1年通してここの電力自給率って 180% ぐらいなんですよ。だけど時期によってはやっぱり1月とか寒い時期は買い電って言って電気を買うことが発生するんですけど、トータルで見ると全部売電の収入とかそういうことを考えるとプラスマイナスでいうと全然プラスになっているので、はい、おそれはでは若い頃のリオさんってどんな方だったんですか？もともとだったら前聞いた時は普通にこういう自然とかよりは、ガソリン燃やして車を運転するの好きだったりそういうのがあったと聞いたんですけど、もともと若い頃はどうだったかちょっと興味深いですけど。はい、そうですね。実は一番最初に乗った車はマツダの FC3S っていう車で、僕も走るの大好きだったの であれも例に漏れず燃費が悪い車でリッター3キロぐらいしか走んなかったんですけど、そういうのドライビングが楽しくて乗ってましたね。でその後アメ車乗ったりだとかいろんな車を乗り継いで今は電気自動車に乗ってるんですけど、それは事業の一環で土に帰る革製品っていうものを作っているので、例えばお客様のところに納品だとかあと百貨店に納品に行くときにドロドロのアメ車で行くよりはやっぱり電気自動車の方がねいいかなと思って、そういう面から今は電気自動車に乗り換えましたね。僕個人的にはまだまだ僕もガソリン燃やして走ったりするのが大好きなんですけど、内燃機関から電気自動車に乗り換えてもそんなに特に問題はなかったじゃないですか。なんかいい質感っていうか、なんかやっぱりでも内燃機関に戻りたいなと思ったりしたことはあんまりないですかね。僕の中で電気自動車と内燃機関車っていうのは全く別の乗り物で、普段乗ったりだとか遠出したりだとかするのは全然電気自動車の方が快適なんですよ。ただ例えばサーキット行って楽しく走りたいだとか、ドリフトしたいだとかそういった時は僕の世代はやっぱりガソリンの匂いだとかエンジン音だとかそういうのにすごく興奮を覚えるので、その時はガソリン車の方がいいなって思います。あと僕古いバイクも持ってるんですけど、そういう振動だとかまたその電気自動車にはない魅力っていうのがガソリン車にはあるので、乗り換えてその違和感とかっていうのはないんですけど、でも電気自動車に求めるものとガソリン車に求めるものっていうのは基本的に全く別物ですね、僕の中では。はい、なんか乗りたくなる気持ちがどこかにあるんじゃないですか、心の中で。あります。それをどうやってちょっと満足して解消していくのかがちょっと気になるんですけど、どうやってやるんですかね。バイクとかですかね。いや、今シンさんがおっしゃった通りで、僕はバイクを持ってるので、それも多分シンさんより古いバイクなんですよ。もう四半世紀前のバイクで、キャブレターのバイクなんですね。なのでそういうのに乗っているとやっぱり満たされるというか、今言ったように全く別のものなので、普段は電気自動車で全然いいんですけど、面倒くさいものに乗りたい時はバイクに乗ったりだとかするんで、ただ友達でまだねドリフトやってたりだとかさっき走ってる人がいるので、そういう人の車をたまに借りて3ペダル乗ったりとかね、そういう機会で解消はしてますね。今ヒョンデアイオニック5の方は前回話してて持っているのはもうみんな知ってると思うんですけど、他の電気自動車は何を乗ってるんですか？はい、日産の、ENV200 っていうバンと、あとリーフと2台ありますね。じゃあ総合 EV 車が3台。そうですね。はい、やっぱりヒョンデに乗ってからそれこそこうやってシンさんとお話しするのもそうだし、韓国の友達が増えたりだとか、そのキャンプもそうなんだけど韓国に行きたいんですよね。ぜひ遊びに来てください。
今飛行機で来られましたよね、は韓国ってフェリーで行けるじゃないですか、自分の車で。よくご存知だと思うんですけど、はいあれガソリン車だけなんですよ。い。うん。電気自動車ダメになっちゃったかダら、メそう僕はアイオニック5、自分のアイオニック5で韓国に行って韓国でキャンプしたいんですよ。それが夢なの今のところ。イタリア。そう韓国行った時にもうこの車めっちゃかっこいいと思って。ただ当時はガソリン車しかなかったんですよ。で今年ハイブリッド出たじゃないですか。あれでベブが出たら全然 BV が出たらすぐ買います。確かに結構未来的なデザインじゃないですか。かっこいいですよね。僕だからキャンプするからやっぱ大きい車で荷物詰めてで電気自動車って最高なんですよ。なんか車の中で泊まったり車中泊サイズの結構いいサイズですよ。そうベッドも入れるし。後で見せますけど本当だから本当スタイラーのベビーが来ててもすぐ買います。すぐ買いますよ。今すぐ買います。ヒョンデモーターグループの皆さんよろしくお願いします。聞いてみてないからこれ。多分次のスタリアとかには出るんじゃないですかね。ね、本当に来てほしいですね。でどっちの方が先ですかね。このなんかエコフレンドリーが好きだからこの家を建てて川も天然にしようということですか。それとも川も天然だからちょっとなんかライフスタイルもこういうオフグリッドみたいなことにしてみようかなと思ったんですが、どっちの方が先みたいな。川が先ですか。川が先。そうですね。面白いです。わあすげえ。うちの色じゃないですか。そうですよ。すごい。おお。かっこいいじゃん。めっちゃ逆光だ。いやなんならこっちよりこっちの方が色近い。本当に。타이캐스트보다도 실제 색이 더 가깝다고 놀라시더라고요. これもらいました。私たちを招待してくださって本当にまずありがとうございます。あ、いいこちらこそありがとうございます。この情報さえ知らなかったんで結構面白いなと思ってすぐ私たちもすぐメッセージ返したのでありがとうございます。行ってみたいですね、はい、で EV サンバキャンプについても簡単に紹介させていただけますでしょうか。はい、これは今回で3回目になるんですけど、これなんですけど、電気自動車だけで、キャンプをするっていうイベントですね。で僕もともと結構冬山にキャンプ行ったりだとかヘビーキャンパーって言われるそうだと思うんですね。だけどさっきのガソリン車と電気自動車みたいな比べ方と一緒で、そういう不便を楽しむキャンプとまたちょっと違う別のキャンプだと思っていただければと思います。で例えば子供がいらっしゃるところだとテントの設営だとか火起こしだとかっていうのはなかなか子供小さいと大変だと思うんですよね。でそういったものがなくて電気自動車でやると、家にいるのとほぼ一緒なので、例えば IH クッキングヒーターでお料理したりホットプレートを使ってお肉焼いたりとかっていうことができますよね。まずこれで火起こしがいらないんですよ。でテントの設営とかもすごくフレームが多いテントで、家族連れだと割と大きいテントを使うんですけど、そういうの設営に、慣れてても30分や40分かかるんですけど、当日来てもらったら分かりますけどエアフレームのテントっていうのが実は今流行っていて空気送り込むだけなんですよ。アイオニック5だとか電気自動車からエアポンプ電源取れるのでスイッチ入れてブーンって空気送るじゃないですか。だから5分で立っちゃうんですよテントが。でもこれで家族連れだとかっていうのはすごくテントのハードルが下がるというか快適に楽しくキャンプができるっていうのが電気自動車キャンプのメリットなんですね。それを体現する場所として提供しています。まずそれが一つと、あともう一個は日本はガソリン車がなかなか多くて電気自動車の普及率があまり良くないんですけど、こういった楽しいイベントを通して電気自動車に乗ってもらって、毛嫌いせずにね
乗ると全然変わるので、だからこういう楽しみ方も含めて電気自動車っていいものなんだよっていうのを伝える場として、行っております。はい、で、りょうさんはどういう形で寝るんですか？キャンプしようとして。僕テントで寝ます。車の横にテントをテント、車横ではないですけど、うちの車はその運営の電源車両になっちゃうから、そうそう、ちょっと離れちゃう。ちょっと離れちゃうけど、でもテントと、あって寝ます。めっちゃ楽しみなんですね。本当になんかロマンっていうかあるしよ、なんか焼肉食べたり、お酒飲んだり。まあ明日は僕は飲めないですけど。でもちなみにですけど、テントがあれば泊まれるんですか？テントレンタルできますよ、今回のイベント。でもなんかもうホテル予約しちゃったと思う。そっかそっか。いやなんかお酒好きだっていうから、とっ捕まえて飲もうかなと思ったんだけど。このお腹は本当にもう全て酒になっているものなんで。では3回目ってさっきおっしゃったんですけど、ではほぼどんな方々が来るんですか？今年は電気自動車オーナーが8割、9割ぐらいで、ガソリン車のオーナーが1割ちょっといかないぐらいかな。では1回目の割合はどれぐらいだったんですか？1回目は電気自動車だけです。ちなみにアイオニック5が5台、今は全部で今年は41台42台ですかね、今のところ。2回目も電気自動車だけだったんですか？2回目もガソリン車1台いました。で今回またガソリン車も受け取れようとしてるのはやっぱりなんか他の理由とかあるんですか？やっぱり電気自動車知ってもらいたいっていうのが大きいですよね。ガソリン車乗ってる人って結構電気自動車に対して懐疑的な見方というか、いや本当大丈夫なのみたいなね、いろんな後続距離だとかも言ってる、充電問題とかいろんな不安があると思うんですよ。でそういうのも、実際乗ってみればわかるし、僕らはね、今電気自動車乗ってますけど、もともとやっぱガソリン車乗ってたオーナーなので、じゃあそこなんで乗り換えたのかとか、正直なところどうなのかとか、そういうのは来てもらって聞くのが多分一番なんですよ。もちろん欠点だとか、ここちょっとマイナスだよみたいな、こういう風に乗らないと多分大変かもねみたいな正直なところが聞けると思うんですよ。そういうのをぜひ聞いてもらって、体感して試乗もできるので体感してこう電気自動車に対する理解を深めてもらえればなと思ってますけどね。여기도 간지러워하겠는데 그럼なのいや私スカイツリーで働いてるんです。あ、そうですか。青になんだ行こう。本当になんかヒーリングみたいな。화사의 인자한 표정. If I return back to Tokyo tonight, it will be very crowded. Sure. I was, playing with us. それを、入れててビンゴになった人から商品は早い者勝ちです。はい、12番です。ありがとうございます。人生初ビンゴ、日本で初売り券ありがとうございます。一回リセットします。で、番号全部。すいません、皆さん、顔が見えるように、撮れたらと思いますので。待って。よし。
入り口の方。ここです。そっちですか。ここがここに来る。そうですね。あれください。はい。なんだこいつ。あ、あげます。ちょっとごめんなさい。はい。順番間違った。これペグダウンしなきゃダメだ。なんださ、僕のキーホルダー。はい。ちょっと待ってよ。熱いよ。気をつけて。カズさん、これで今日は灼熱地獄の中俗人的になってるがせゆえに、とりあえず出してみて、ダメだったらまあ変えるなり改善するなり思い出てくれるみたいな感じでしたね。テスラジャパンのメンバーごっそり配